はようございます。僕は今バンコクスワンナプーム国際空港におります。これからホテルまで鉄道に乗って移動しようと思います。こちらでチケットを買いますが、ここのチケットはトークンのタイプでした。台湾とかと一緒ですね。タッチして乗り込みます。鉄道はプラスチックの椅子、海外でよくある感じですかね。ということで最寄りのラチャプラなんとか駅に到着です。ここ最後まで何て読むかよくわからなかったんですが、めちゃくちゃ暑いです。ホテルまで少しほど歩きますね。だいたい5分もいかないぐらいですかね。今回泊まるのはこちらバイオークスカイホテルというホテルになります。若干古いですが、それでもね、高くて高層ビルの中にありますんでね、景色は最高ですし、設備もね、こんな広い水回りですし、金庫やスリッパなど、そしてね、この中に水もあるんですね。十分なサービスだと思います。謎に仏教の本ですね、聖典とかいっぱい入ってましたが、タイは仏教の国ですからね。アメニティ類も意外としっかりとしてました。ドライヤーもありますし、バスタブの上にはタオルも、そして謎に広いこの空間にはソファーも置かれてまして、部屋の角からバンコク市内を一望することができます。窓はね、他にもあったので景色は結構良かったですね。さて、ウェルカムドリンクをいただけるということでもらいに来たんですが、結局これが何ジュースだったのかよくわからないんですが、でもね、美味しかったですね。開放的な空間です。夜はここはバーみたいな感じなのかなと思います。他にスパやジムなどもあります。ということで荷物を置きまして、ホテルの近くにありますプラトゥナームナイトマーケット、ちょっと覗いてみようと思います。この辺はなんか衣類が多かったですかね。食べ物もなくはなかったですが、この辺りはインド人街になっているようです。これからまた鉄道に乗りまして移動するんですが、帰宅ラッシュですね。とんでもない渋滞になっています。一駅となりマッカサン駅でメトロに乗り換えます。エスカレーターがちょっと日本より速くてね、若干怖いです。メトロで一駅ラマ旧世駅に到着いたしました。ここにはナイトマーケット、こっちにもありまして、こっちの方がご飯は充実していると思います。ここはジョットフェアーズナイトマーケットというところらしいです。さっきと規模が全然違いますよね。人の数もめちゃくちゃ多いです。こっちはご飯中心に雑貨類とかいろいろ売っていました。こんな感じですね。ということで僕たちも晩ご飯にします。この店でですね、ちょっと食べてみようかと思います。メニューはこんな感じで、トムヤムとかなんかパッタイとかいろいろ見えますが、やっぱり海鮮が有名なのかなと思います。とりあえずマンゴーフローズンですね。ちょっと熱帯な感じで注文してみまして、メインディッシュはパッタイ、そしてなんか奥の方にも肉があるんですけれどもね、パッタイにはエビがプリプリいっぱい入ってます。奥の肉はバーベキューリブなんとかかんとかだったと思います。
隣の駐車場からはこのナイトマーケットを一望することができます。なんか写真スポットになっているようなんですが、あんまり人はいませんでしたね。ということでホテルまでグラブに乗って帰ります。まあウーバーみたいな感じですね。1日目はここで終了です。2日目の朝になりました。ホテルで朝食をいただこうと思います。ホテルの朝食会場は結構上の方にありまして、さっきのはエレベーターを降りてから少しまた階段で上がるという感じです。眺めは抜群ですね。朝食はビュッフェスタイルになっておりまして、タイのエスニックな料理から中華料理とか洋風の料理様々用意されていました。こんな感じで自分で具材を選んで作れる麺とかですね、普通に卵の料理とか日本のお米もありましたね。カレーとかもありましたよ。定番のポテトフライや唐揚げみたいな感じのフライドチキンとか甘いものとかここはサラダバーですね。そしてパンコーナーとか、その奥の方にはコーヒーマシンとかですね。種類はめちゃくちゃ多かったですね。ジュースもこんなにありますからね。フルーツだけでもこの種類とんでもないですよ。ということでこんな感じで撮りましたが、普通に撮りすぎましたね。朝からこれはもう大変ですよ。この下の緑のやつと揚げパンみたいなのがタイの朝食だそうです。朝食を食べてまたエレベーターに乗ろうとしましたら、下の階にこんなところがありましたので寄ってみます。このバイオークスカイホテルですね。このタワーについて様々展示されているようでした。模型なんかもあります。さて2日目、観光のためにショッピングモールに行こうと思いましたが、グラブが全然捕まりませんくて、電車に乗っていけばよかったんですけれどもね、2時間ぐらい結局待ったんですが乗れなかったので、とりあえずお昼ご飯を食べに行きます。10分ぐらい歩いて、タイはあんまり横断歩道の信号がないんですよね。そこがちょっと怖かったですが、ゴーアンカオマンガイというカオマンガイのお店にやってまいりました。ここは有名らしいですね。ささっと出てきてパッと食べて、ちょっと雨っぽかったので急いで戻りました。この混沌とした感じがまた東南アジアっていう雰囲気ですよね。近くにあったセブンイレブンにも入ってみましたが、日本とは全然ちょっと違うものが売ってたり面白いなというところです。もちろん普通に日本みたいな品揃えもあります。ポカリもありましたかね。一旦ホテルに戻りまして、ちょっとどうするか考えようと思います。ちなみにこの日が一番気疲れしましたね。体力的には大丈夫なんですが、結局ですね、夜の昨日見たような渋滞になる前にですね、動いてしまおうということで、早めにグラブを捕まえて移動していきます。この日はなんとか観光地へ行けそうです。ということでやってきたのはバックパッカーの聖地として名を知るカオサンロードですね。もはやバックパッカーはあんまりいないんですけれども、でも全くいないわけでもないんですよね。まだちょっと早い時間なので人はまばらですが、それでもお店いっぱいやってます。飲食店から雑貨店やらバーとか多分この後夜ぐらいにはどんどん賑やかになってくると思います。そしてタイでは葉っぱが合法ですので、至る所で売っていますね。
僕はねわからないんですけれどもね。カオサンロードはこんな感じになっています。カオサンロードの隣にもなんか有名な通りがあるらしいので、ちょっと歩いて行ってみようと思います。北の方にはちょっと広場みたいなところもありましたが、この横側ですね、こちら裏通り的なところです。こっちの方がねなんかご飯屋は多かったかなと思います。逆に雑貨屋はこっちは少なかったですかね。この木とかがいい感じの雰囲気になっていまして、この後夜にもまた来ますが、夜は夜でねライトアップとかあって綺麗でしたね。こちらテラスとかで食べる感じが多いので、ちょっとヨーロッパっぽくも見えたりしますね。一通りこの通りを歩いてみましたが、やっぱりこっちでも葉っぱは売ってます。でも緑がある通りっていうのは綺麗でいいですよね。少し歩いて晩ご飯を食べに行きたいと思います。カオサンロードで食べてもいいんですけれども、ナバパッタイっていうようなお店があったので、こちらで今日もね晩ご飯パッタイいただきます。卵入っててこっちは美味しかったですよ。もちろん昨日も美味しかったんですけれども、ちょっとね昨日の方が辛かったですね。ということですっかり夜になりまして、もう一度カオサンロードの方へ戻ってみます。やっぱり夜は光が入るので綺麗ですね。人通りも少し多くなって賑やかな感じがします。こちらがカオサンロード。やっぱり人は増えていますね。この道は歩行者天国ではなく、普通に車とかバイクも通るので、そこは少し注意が必要ですが、それでも雰囲気はすごいいいですね。ということでこの日もグラブでホテルに帰ります。もはやグラブがないと移動が大変です。ホテルに戻ってきまして、そのまま展望デッキがあったので行ってみました。なんとねここは地面の方が勝手に動いてくれるタイプだったので、同じ場所でずっと突っ立っとけばバンコク市街一周ぐるっと見ることができました。バンコクは夜景が結構綺麗だなと思いましたね。こんな感じで宿泊者であればね無料で利用することができます。さて3日目の朝食はまた別にねもう一つ会場があったのでそっちに行ってみましたけれども、メニューはね大して変わらなかったですね。階が違うので、あと客席の椅子の数とかですねちょっと違いましたけれども、メニューは同じです。そしてなんかこんな感じで撮ったんですけれども、まあ同じ感じですよね。こんな感じでテラスみたいなとこで食べれる場所もありました。さて3日目ですが、昨日の反省を生かしましてホテルで無料シャトルバスを運行していたので、それで駅まで行こうと思います。バスはね結構広めでクーラーも完備されていまして、それなりにいいバスだと思います。ということでこのバスの終点ですね、サイアムディスカバリーというショッピングモールで降りました。サイアムディスカバリーから少し歩いて駅に向かいます。といってももう見えてるところあれですね、あの高架の上が駅になってます。こちらが BTS サイアム駅でございます。 BTS といってもアイドルじゃないですけれどね。
こっちはねトークンじゃなくてカードタイプのチケットでなっていました。そして途中駅サラダーンっていうんですかね、読めないですけど、この駅に到着しまして、またしてもメトロに乗り換えとなります。昨日乗ったメトロブルーライン同じやつですね。ちなみにこのメトロはビサタッチ使えます。ということでサナムチャイ駅に到着。ここからは歩いて観光です。まずは三大寺院ですね。タイといえばお寺です。こんな感じの道をどんどん歩いていきます。ここもまた来ると思うんですけれども、まずはワットプラ教王宮ですね、グランドパレスの方に入っていきます。中に入ると早速なんか日本では見ないようなものが見えています。入場料500バーツですが、これはワットプラ教と王宮セットで500バーツです。ここが一番人多かったんじゃないかなっていうぐらい混雑していましたね。団体客もたくさんいてちょっと動くのが大変でしたけれども、こんな感じでザ観光地といった感じですが、もちろん見応えも抜群です。全部見てたらちょっと時間なくなっちゃうぐらいいいですね。双眼鏡とか持ってきてね、ゆっくり見た方がいいかもしれないです。こんな感じで立派な王道みたいなのもあります。中にも入れますが、もちろん土足は厳禁です。こんなマッキンキンの塔とかもあります。こちらがちょっと石畳になってますが、こちら王宮ですね。ディズニーかと思いますが、とても立派な王宮となっています。さっきの建物は博物館になっているようですね。さて次はお隣の方に移動していきます。ワットポーですね。こっちはあんまり観光客は少なかったですかね。さっきに比べると少なめです。入場料は300バーツ、QR コードのチケットとなっていました。ここはこのなんていうんですかね、この塔みたいなストゥーパなのかな、これがたくさんありましたね。立派な仏像もたくさん置いてありました。これ屋内ですけど屋外にも置いてあったりしますね。こっちにも立派なお堂があります。このワットポーで有名なのは寝っ転がっている巨大な大仏なんですが、ここにはいるでしょうか。裸足になって入ってみましょう。こちらは先ほどよりも大きな仏像があっただけでしたね。さてここまで来るとちょっと観光客が増えています。ということはおそらくここが当たりでしたね。もう画面に収まりきらない大きな仏像が寝転がっています。これこそワットポーで有名なところですね。このつま先から頭までとんでもなく長く大きいです。東大寺とかも縦はすごいですけれども、横はこっちの方がすごいんじゃないかなっていうぐらい巨大でしたね。足の裏の模様もすごいです。僕はあんまりよく分かってないんですが、とても細かいですね。こんな感じで一周することができます。枕も巨大です。これで寝たら多分首が痛くなると思います。他にも立派な建物、装飾たくさんありまして、見応えはここはすごかったですね。さて次はもう一つね残ってるんですが、その前に昼食食べようと思います。
プラプラと歩いているとこんな感じのストリートフード的なところがありましたんで、頼んでみると辛くないけどパクチーが入っているなんかヌードルなのかな、出てきましたね。味はね美味しかったんですけれども、ここからもう一つ残っていました三大寺院、もう一つ行ってみようと思います。歩いてこの船乗り場ですね行きまして、入る手前でお土産売っていたのでちょうどいいので買っときました。これ全てで100バーツです。そして船に乗ります。船に乗って片道5バーツ、5分もかからないぐらいのね対岸まで行く船です。めちゃめちゃ揺れるんで立っとくならどっか捕まっといた方が安全です。柵とかなくてロープなので端っこに立ってると落ちてしまうかもしれないんでね、チャウプラヤ川を渡っていきます。あっという間に対岸のワットアルンの方へ到着いたしました。こちらがワットアルン側の船乗り場ですけれども、これ通るとすぐに入場ゲートがありまして、ワットアルンの入場料は100バーツプラスお水がもらえましたね。ということで内部に入っていきます。こっちもまたすごいですよ。さっきあったやつのね巨大化したようなとんでもないスケールのものがいっぱい置いてあります。こちらが暁の寺として有名なワットアルンです。正直日本のお寺と全然違うので、どれが何かよく分かってないんですが、それでももう見てるだけですごいですね。この模様とかが、撮り方によってはインスタ映えするらしいですが、僕はそのセンスが皆無なので全然よく分かりませんでしたけど、こんな感じで写真撮ってる方たくさんいらっしゃいます。民族衣装なのかな、あれもねなんかレンタルしてるらしくて着てる人多かったですね。ということで今度は船で移動します。1回30バーツだそうです。めちゃくちゃ人乗ってまして、もう僕が乗るときには上の階はいっぱいでしたね。ということでおとなしく下に乗ります。下はこんな感じでなんかドットになってるのであんまり景色は見えませんが、もうすぐ目的地に到着となります。着いたのはアイコンサイアムというショッピングモールの桟橋です。ほとんどの乗客はここで降りていましたね。アイコンサイアムというのは、今ショッピングモールと言いましたが、こんな感じでめちゃくちゃどでかい場所になってます。もう外観見るだけでもね高級ブランドとかいろいろすごいことになってますけれども、反対側の川をこんな感じですね。ということでアイコンサイアムで少し時間を潰そうと思います。散策ですね。入ってすぐはブランド街で僕には関係がありませんでしたが、奥の方を進んでいくとこんな感じで水上マーケットを模したようなお土産とかいろいろ売ってるところがあります。これで少し散策をしているんですが、広すぎてよくわかりません。奥の方はこんな感じで普通にショッピングモールになっておりました。急にねグラブで帰ります。体調がちょっと悪くなってきまして、多分ね香水飲みすぎてなんかおかしくなったかなと思います。ということで滞在編はここまでとなります。続きは帰国編をお楽しみに。ありがとうございました。